なんだってレオナさんは俺に寮を預けるなんて言い出したんだか。貧乏くじっす。ロワ・ドゥ・レオンは君を信頼しているのさ。ムシュー・タンポポ、自分のプライドを預けるに足る人物だと。信頼なんかで腹は膨れねえんすよ。後で高い肉をおごってもらわないと割に合わねえ。そうだね。そのためにも彼らには無事に帰ってきてもらわないと。ラギー先輩、メッセージ読みました。さっき学園を襲撃した連中にレオナ先輩がさらわれたって、どういうことですか？どうもこうもそのまんまっすよ。レオナさんの代わりに俺が寮のやつら集めて状況確認するんで、君にも手伝ってほしいっす。はい、それはもちろんですけど。監督生、あちこち傷だらけじゃねえか。もしかしてお前らも奴らにやられたのか？我々 NRC トライブのメンバーはオンボロ寮に集まって VDC の反省会をしていたところを襲撃されてね。レオナ君のようにビルとジャミル君、そしてグリム君も連れ去られてしまった。ウィル先輩やジャミル先輩まで。そしてグリム君を助けようとした1年生たちが深手を負ってしまった。あいつら無茶しやがって。私は副寮長の務めを果たすため一度寮に戻らなくてはいけないが、ムシュー・タフガイ監督生君と共に医務室へ赴き、彼らの様子を見てきてくれないだろうか。ああ、ちょうどいいや。ついでに医務室にうちの寮生が担ぎ込まれてないか確認してきて、ジャック君。うっす、確認したらすぐに連絡入れます。行くぞ監督生。失礼します。ステイ。悪いがベッドは埋まってる。そこの紙に名前を書いて寮で待機していろ。後で用語共有が巡回を。なんだ、お前たちはピンピンしているな。医務室に何の用だ？ラギー先輩とルーク先輩に担ぎ込まれた奴らの様子を見てくるよう頼まれて、クルーエル先生こそどうしてここに？俺のクラスの子犬が2匹担ぎ込まれたと聞いてな。まったく子犬のくせに無鉄砲な真似をして。お前も軽く怪我をしているな。来い。擦り傷程度ならこの俺が手当てしてやろう。デュースたちはどのベッドに？二人はまだ目を覚ましてないよ。エペル、もう起きて大丈夫なのか？平気。まだ体がちょっとビリビリしてるけど。お前たちにかけられた魔法の痕跡を解析したが、ほとんどがスタンを目的としたものだった。物理的なダメージが大きかったのは戦った場所が悪かったせいだろう。どういうことですか？あんなボロい建物の中で派手に魔法をぶっ放せば敵にも味方にも被害が出るのは当然だろうが、1年生に降り注ぐ瓦礫を魔法障壁で弾きながら攻撃魔法を使うことは難しい。突発的に交戦状態に陥った時こそ冷静な状況判断が大切になる。そうでなければこのように自滅する。確かに戦ってる間ずっと上から瓦礫が降ってきてたかな。これだから後先考えないバッドボーイ殿は起きたらみっちりしつけ直してやる。でも二人はクリム君のために。誰のためであろうが関係ない。バカな真似をする子犬がいれば叱るのもトレーナーの務めだ。今回は怪我程度で済んだから良かったようなものの、もし相手にお前らの命を奪う気があったら今頃取り返しのつかないことになっていたんだぞ。はい、ごめんなさい。ビルさんはそれが分かってたから1年生は下がってろって命令したんだね。わあ、こったのばっかだ。負けでばっかで情けねえ。ビルさんたちが連れて行かれたのと見てるしかできねかった。
最初から何でもできるやつなんかいねえよ。え？先輩たちも最初から強かったわけじゃねえだろ。何度も悔しい思いして歯食いしばって強くなってったんじゃねえのか。あれができなかった、これができなかったってへこんでばっかじゃ何も始まらねえ。こっから何ができんのか。俺たちに大事なのはそっちだろ。だからいつまでもメソメソしてんじゃねえよ。うっとうしい。ジャック君。ウェルダン、ハウル。いいアンサーだ。連行された生徒と学園長の身柄については、学園側からも何かできることはないか探ってみる。フェルミエもお前も、今は体を休めて回復に努めろ。わかりました。僕、もう歩けるので、寮に戻ります。見たところ医務室に担ぎ込まれたうちの寮生はいないみてえだし、俺も寮に戻るぜ。クルーエル先生、エース君とデュース君のことよろしくお願いします。言われずとも、2匹とも俺が預かった子犬だ。しっかり面倒は見る。もちろんお前もグリムもな。 1A の生徒は全てこのクルーエル様の子犬だ。なのに他人がしつけるなど許せない。実に腹が立つ。わもうガッパドキマゲル。シッダウン。いいか子犬ども、ここからは大人が対処する。妙なことは考えずおとなしくしていろよ。はい、失礼します。そういや監督生、オンボロ寮が壊れたんならどこで寝泊まりするつもりなんだ。ねえ監督生さん、オンボロ寮がなんとかなるまではポムフィオーレにおいでよ。ビルさんならきっとそういうかなって。だな、あの人なら言ってくれそうだ。それじゃあ一緒にポムフィオーレに帰ろう。きっとルークさんも歓迎してくれるよ。じゃあな、二人とも。うん、今日はありがとうジャック君。長い一日だったね。寮に戻ったらシャワーを浴びて。おわっノン。で大だ、急に鏡から飛び出してきたのは危ねべな。すまないムシュ姫リンゴ、先を急いでいて怪我はないかい？なんだ、ルークさんか。珍しいですね。前もろくに見ないほど慌ててるなんて。それにその大きな荷物とほうき、どこか出かけるんですか？そうなんだ。しばらく学園には戻れないかもしれないけれど、どうか元気で。しばらく戻れないってどういうこと？一体どこに行くつもりです？嘆きの島さ。ちょっと待ったげ。まさか今からウィルサンダジュッドを追っかける気ですか？いい、危険は承知の上だよ。だがどうか止めないでくれたまえ。私は寮に戻り、恐ろしい事実に気がついてしまったのさ。恐ろしいって？囚われた時にビルがスキンケア用品を何一つ所持していなかったことに。はい？季節の変わり目は肌が揺らぎやすい。特に乾燥は美肌の大敵。適切なケアを怠ればすぐに額や顎に禁断の赤き果実が実るだろう。禁断の赤き果実って？ニキビ。それは若さの象徴でありチャーミングでもある。しかしビルは来週雑誌のカバー撮影が控えているからね。撮影には万全なコンディションで。が彼の美学だ。
撮影もなんも、まず戻ってこられるかどうかもわかんねえのに。あんた副寮長だべ。寮あげたら真似べよ。私はポムフィオーレ副寮長である前に、美を求め美を助くことを人生のテーマとするルッシャ・ソートゥア・ムール。今まさに損なわれようとしている美を見過ごすことはできない。故に私は我が友の美を守るために今旅立つ。いやー、そういうことを言ってるんじゃなくて。嘆きの島の所在地は神秘のベールに包まれている。でも心配はご無用さ。私にはビルたちがどこにいるのか見えるからね。見える？それってどういう？ああ、刻一刻と日没が迫っている。名残惜しいが私は行かねばならない。それでは失礼するよ。アデュー。待ってください、ルークさん。ルークさん。待ってください、ルークさん。ルークさん。行っちまった。嘆きの島ってビルさんたちをさらった鎧の奴らがうじゃうじゃいるのかな。いくらルークさんでも一人で乗り込むなんて絶対危ないよ。どうしよう。先生に報告。いや、その前に追いかけて止めた方が。ダメだ。クルーエル先生はおとなしくしてろって。でもうわいーはごちゃごちゃ考えても仕方ねえ。こったのじっとしていらいねじゃ。俺ルークさんを追いかける。やっぱり俺誰かが何とかしてくれるのを眠って待ってるだけなんて嫌だ。僕はそっちに行けないから力になってあげられないけど、ルームメイトを急いで探しに行ってあげて。嫌なんだぞ、子分。わかってる。俺たちが言ったって足手まといになるだけかもしれない。でもお前だって相棒とダチがやられたのに黙ってらんないだろ。やられっぱなしでいるなんてナイトレイブンカレッジ生じゃねえ。行こ痕跡は北へ向かう。ほうきと転移装置を使えば1日、飛ばせば半日であんな別れ方をしてしまって、ムッシュヒメリンゴは怒っているかな。ルークさん。そうそう、きっとこんな風に元気な声で。ほいずいだよマデッキャこのエペル君、監督生君。私を追ってきたのか。決まっちゃべな。追ってこねど思う方がどうがしちゃねえ。あんたと一人で行かせねえ。わも行く。おうラナ、いけないよムッシュヒメリンゴ、危険だ。危険だのあんたも同じだべ。あの鎧大事さなんもはっただねがったべよ。それは止まんねばただぎ脅してでも止めりゃ。扇の先さ火つけてやる。
食らえ。飛びながら魔法を打つとほうきのコントロールがのやめるんだエペル君。あんたが止まったらやめてやる。はっ、まだまだ、もう一発。蛇行分かったよ、降参だ。エペル君、とりあえずどこかに一度着陸しよう。嫌だ、絶対に帰らねえぞ俺は。そうじゃない、まずは落ち着いて話をしよう。それにその服で飛び続けたらすぐに体が冷え切ってしまうよ。まったく風よけの魔法も施さずに二人とも唇が真っ青じゃないか。もう追い返そうとしたりなんかしないさ。だから私についておいで。寒い。手も頬も氷のようだ。すぐに火を起こすからね。水筒で温かいお茶を持ってきていてよかった。二人ともお飲み、体が温まるよ。これ呪いとかかかってないですよね。僕たちを眠らせて置いていくつもりなんじゃ。まさか栄唱や専用の道具もなしに一瞬で呪いを付与するなんてビルでもなければできないさ。あったげえ、生き返る。本当に驚いたよ。まさか私を追いかけてきてしまうなんて。分かってます。俺たちがついていっても足手まといにしかならないかもしれない。連れて行ってくれとは言わない。だけど勝手についていく。寮長とダチがやられたんだ。このまま黙ってられるかってんだ。なんだよ怖い顔して。あんただって勝手に出て行ったんだからおあいこだろ。俺怒られたって絶対に帰らないからな。の違うよ。怒っているのは君たちに対してじゃない。怒っているのは君に宿る憤霊の魂を見くびっていた私自身に対してだ。怒っているのは君に宿る憤霊の魂を見くびっていた私自身に対してだ。心から自分の力を、仲間の力を信じた者が強い。 VDC でそう言ったのは私なのに、それなのに私は何も話さず君たちを置いて一人で旅立ってしまった。エペル君、自分の心に素直になれる君は強く美しい。それらしい理由を重ねて自分の心をごまかそうとしていたことが恥ずかしいよ。どういうことですか？私も同じさ、エペル君。本当は愛する友人が傷つけられ、いても立ってもいられなくなっただけなんだ。こんな自分勝手な行動に先生や友人を巻き込むわけにはいかない、そう思っていた。でもそれこそ今更じゃないですか。もうとっくに巻き込まれまくってます。そうだね。いいよ、共に行こうじゃないか、エペル君、監督生君。ただし二人とも絶対に私の指示には従うこと約束できるね。ああ、いや、はいやったな。私やエペル君は諸突猛進になって周りが見えなくなりがちだからね。いつでも物事を俯瞰できる君の目線はきっと我々の助けになるだろう。ルークさんが周りが見えなくなってるところなんか見たことない気がするけど、諸突猛進ってところだけはちょっと納得かな。そんなことはないよ。さっき強者でも周りが見えていなくて君にぶつかってしまったじゃないか。そういえばそうですね。というかポムフィオーレの人たちってビルさんも含めてみんな見た目に似合わず諸突猛進な人が多い
かも。我が領のモットーである奮励という言葉には気力を奮い起こし勇んで立ち向かうという意味もあるからね。文献や石像に姿を残す美しき女王はどれも秀華平月な美しさだけれど、もしかしたら実はすごくアクティブな女性だったんじゃないかと私は思っているよ。でも僕たちみたいにしびれを切らして自ら外に飛び出すようなことはさすがにしなかったんじゃないかな。違いないね。みんな静かに。獣のうなり声だ。近いぞ。すいません。今の僕のお腹の音です。おーらら、森の主の縄張りに踏み込んで怒りを買ってしまったのかと驚いたよ。普段ならもうとっくに夕食を食べてる時間だから。今の音をビルが聞いたら美しい眉をしかめるだろうね。目に浮かびます。それじゃあ出発前にまずは腹ごしらえと行こう。食事をとりつつ飛行ルートについても説明するよ。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。念のために携帯食料とキャンプセットを持ってきておいてよかったよ。僕たちは木の実木のままで飛び出しちゃったから食べ物のことまで頭が回らなかった。大丈夫さ。目的地までのルートにいくつか町もある。必要になったら食料はそこで買い足せばいい。そういえばルークさんは嘆きの島の場所は知らないけどウィルさんたちがどこにいるのか見えるって言ってましたよね。あれってどういうことですか？それはね、私のユニーク魔法の効果によるものだよ。ルークさんのユニーク魔法？私のユニーク魔法は相手を傷つけることも操ることもできない、とても弱い魔法だ。でも狩人である私にはなくてはならない魔法なのさ。私のユニーク魔法は魔法をかけた相手の居場所を突き止めることができるんだ。それがたとえ7つの輝く丘の彼方、7つの滝の向こう、世界の果てであろうともね。あら、ルークさんが使えると思うとおっかね魔法だな。ビルたちがさらわれた時、とっさにカローンの一人に私の魔法をかけておいたのさ。すげえ、何も傷がねがった。それでは僭越ながらお披露目といこう。ほら、私から逃げ切ってみせて。I see you。やはりか。どうしたんですか？この世界にいればどこにいてもわかると言ったけれど、この魔法も万能ではない。対象が魔法を遮断する乗り物や施設に入った場合、道しるべは途切れてしまう。カローンたちがビルたちを輸送に用いたのは装甲で魔法を遮断する魔導ステルス機だったようだ。じゃあルークさんのユニーク魔法でも追跡は不可能ってことかな？いや、いかに魔導ステルス機といえど完全に魔力をシャットアウトすることは不可能。ステルス機は自らレーダーや魔法を発する際、ごく短時間そのステルス性を捨てざるを得ない。その一瞬、私には見えるのさ。私がユニーク魔法で獲物につけた印がね、ぽつりとまるで森でさまようか弱き姫君が残した可憐な足跡のように。私は狩人、狙う獲物は絶対に逃がしはしない。見えた。
彼らは賢者の島を有する黎明の国を出てサンゴの海を北上、陽光の国と英雄の国を越え、海上でぱったりと痕跡は途絶えている。しかし賢者の島から嘆きの島まではかなり距離がある。ほうきだけで移動するのは無理だろう。じゃあどうやって移動するつもりだったんですか？我が半時家のご先祖様の中に大変な旅行好きがいてね、先人が世界各地に建てた別荘があるんだ。そしてその別荘には別荘同士をつなぐ魔法の転移装置が備わっている。それを使わせていただこう。幸運にも黎明、陽光、英雄、それぞれの国に一つずつ別荘がある。転移装置を使えば一晩でかなり距離が稼げるはずさ。世界各国に別荘？しかも国をまたぐ魔法の転移装置の設置って国から特別な許可が必要ですよね。ルークさんの実家って一体何の仕事をしてるんですか？いしょ旅行を愛したご先祖様たちに感謝をしなくてはならないね。我々がいないと気づいた先生たちが網を張っている可能性もあるし、公共機関を使うのは避けたかったから。ああ、しかしご先祖様はこのことを知れば顔をしかめるかもしれないな。先生に怒られるようなことに使うなと。だがこれも美と愛のため、ご先祖様どうかお許しください。作戦会議も済んだところで抜け出したことがバレないうちにすぐ出発しよう。何を笑っているんだい、ムシュヒメリンゴ。いえ、ルークさんってすごく変わってるし、実家もすごいお家っぽいのに、先生に隠れて悪いことするときは普通にコソコソするんだと思っただけです。我が校の教師陣が降らせる裁きの雷を恐れない生徒がいるかい？私もナイトレイブンカレッジに所属するただの問題児の一人だということさ。そうだ、君たち体を冷やさないよう出発前に着替えた方がいい。ほうきで長時間飛ぶなら洋服がおすすめさ。ナイトレイブンカレッジの洋服は特別な魔法の糸が織り込まれていて、放熱にも防寒にも優れているからね。特別に監督生君にも我が寮の礼装をお貸ししよう。それ。おお、ビルの墓前へ向かうんだ。清掃でなくてはね。エベル君、飛行ペースは合わせてあげられないよ。ついてこられるかな？なめでもらえば困るや。飛行術ならマジフト部の1年生で一番の腕前ってレオナさんのお墨付きなんだ。絶対オグレダリサネハンデ。マーベラス。それでこそポンフィオーレ寮生だ。さあ嘆きの島へ向けてアンルー。